さて、今回僕が購入したファナテック GT-DD Pro に付属していたこのグランツーリスモ公式ステアリングなんですけど、金属製のクイックリリース QR2 を取り付けてみたので、そのレポートをしてみます。僕はすでにフォーミュラ V2 ステアリングや BMW GT2 V2 ステアリング、ポーディアムハブに QR2 を取り付けたりしているわけで、その方法や感想はブログや動画でもアップしているので、もしよければ、概要欄も見てみてください。ブラックフライデーでタイプ C のホイールベース側の QR2 が約3000円で投げ売りされていたのをすでに発注しているので、届けばそのレポートもしてみようと思っています。GT-DD Pro はそれが届くまで、QR2 は使えないので、今回は使用するホイールベースは最大トルク 20Nm のファナテックのポーディアム DD1 です。DD1 は発売から数年が経過していることもあり、ブラックフライデーなんかでは結構購入しやすい価格にはなっているだと思います。順番が正しいかどうかはわかりませんが、今回はまずピン周りのスペーサーから外そうと思います。ネジを緩めています。ただ、ここのネジが結構硬くて、方針を変更して、クイックリリースから取り外すことになりました。ここは特に問題なく緩められました。六角レンチで外すだけです。基本的にキットの中に六角レンチがついているんですけれども、僕は先端が丸まって、斜めからでも回せる、六角レンチを使用しています。すべてのネジが外れましたので、クイックリリースを取り外していきます。これがあまり評判の良くない QR1 かつ、炭素繊維強化プラスチック製のクイックリリースです。QR1 ライトと呼ばれています。SNS ではネジの周り、ネジ穴の周りやロック機構のあたりにクラックが報告をされていたりするのを見たことがあります。次はこのピン周りのプラスチックの部品を取り外します。このパーツが結構硬くてなかなか取り外せません。コツはスペーサーの根元の部分に爪を入れたりして徐々に浮かせていけばいいと思います。はい、そろそろ取れますよ。スペーサーを円周方向に回しながら取ろうとしても、突起があって固定されているので、円周方向へは動きません。この突起です。ここです。一番上にある突起です。左がもともとついていたスペーサーで、右が QR2 に付属していたスペーサーです。厚みが同じなので別に交換する必要はないかもしれません。もしその場合は自己責任でお願いします。さて、スペーサーを固定していきます。このグランツーリスモ公式ステアリングですが、ファナテックの中で一番廉価な CSL グレード並みの作りだと思います。このネジなんですけど、金属ではなくプラスチックにネジを直接締め込む設計になっているからなのか、締め付けるまで結構硬いです。ずっと硬いです。指の力だけでは難しかったので、僕が持っている六角ソケットを QR2 付属の青いドライバーに取り付けて、力をかけやすいようにしてから取り外し取り付けをしています。このような使用方法を想定しているのか、青いドライバーの後ろ側がソケットが入るような構造になっています。それでは今から、QR2 を奪ってこようと思います。これは BMW ステアリングです。それにこの金属製の QR2 が1個しかないこの QR2 を取り付けてしまっているので、これを取り外して、そして、GT-DD Pro のステアリングに移植しようかなと思います。今取り外しています。あとは QR2 を本体にはめてネジを締め付けるだけです。ネジはもともと使用していた黒ネジが使えるんですけど、今回は BMW GT2 V2 で使用していたネジで4本を締め込んでしまったので、残り2本を GT-DD Pro の付属ステアリングの黒ネジで締め込んでいます。完成したものがこちらです。プラスチック満載のこの GT-DD Pro のステアリングに
約18,000円の金属製の QR2 がついていて、重量感が出ます。それ以上でもそれ以下でもないですね。もう一つしないといけないことがあって、もともと装着していた QR2 を奪ってしまって丸裸になっちゃった BMW ステアリングにもクイックリリースを取り付けておきます。そうじゃないとピン周りが丸裸になってしまっているので、今回は余り物の QR1 でも被せておこうと思います。これはネジ4本で固定しました。さて、ハンコに取り付けてみましょう。他の QR2 のレビューの記事でも書いているように、ステアリングの根元の QR2 は強固にホイールベースであるポディアム DD1 と接続されているため、そこはがっしりとして動きません。にゅるりとはまって、接合部に関してはもうがっちりと合成感があります。これはどのステアリングにつけても共通です。合成感が出たことによって、GTDD プロ付属ステアリングの合成感なんですけど、そのちょっと足りなさっていうのをより気づくことができます。動画のようにステアリングの上部あたりは押したり引っ張ったりする方向に力をかけると、少し歪んでしまいます。一方、時計でいう3時、6時、9時の方向は部材が伸びているので、それなりに合成感はあります。でも、プラスチックなので、やっぱ多少歪みますね。本気で力をかければ3時、6時、9時の場所でも、そりゃプラスチックなので多少歪みますが、2時と10時あたりを持ちながら普通に運転する分には問題ないはずです。ステアリングを強く押したり引いてしまうような方は、ステアリングはクラブスポーツグレード以上のものがいいのかなと思います。その中でフレームに金属が使われているモデルを選んだら合成感をそれなりにしっかりと感じることができると思います。それではアイレーシングで走ってみましょう。この車種はスーパーフォーミュラーで SF23、そしてコースは岡山国際ですね。このステアリングは軽量かつ小型なので、小さい FFB、フォスフィードバックでもより手にダイレクトに FFP が伝わりやすくなってます。で、ファナティックの中では、トルクが低めな、GTDD プロや CSL-DD でも使える相性がいいものなんじゃないのかなと思います。で、ステアリングのデザインに対する感想になってしまうんですけど、QR2 という、ある程度コストをかけてクイックリリースを強化しても、ポディアムグレードやクラブスポーツグレードのステアリングと比べると、見た目の安っぽさはやっぱ気になってしまうところです。で、確かにスイッチ類多くて、多機能で、で、パドルなんですけど、マグネティックパドルではないので、合成感のあるクリック感はないんですけど、シミュレーシング、シミュレーターするにおいては、十分なんじゃないのかなと思います。で、プラスチック感丸出しの本体だとか、真ん中の GT の文字や、プレステマークがあると、ちょっと実車のステアリングと比較すると、ちょっとおもちゃ感が出てしまうと思うので、実車感を求めている人は GTDD プロ単体で購入して、ステアリングとペダルは別で購入するということも考えてもいいのかもしれません。で、GTDD プロや CSL-DD を使用している方は、このステアリングで十分楽しめると、思うんですけど、で、DD1 だとか DD2、クラブスポート DD、DD プラスを使用する方、使用していこうと思っている方は、注意しておく点があって、この、グランツーリスモの公式ステアリングを使用すると、自動的に最大トルクが 8Nm に制限されます。GTDD プロや CSL-DD はもともと最大トルクが 8Nm にしかならないので気にしなくても大丈夫です。公式ページの互換性の欄をしっかり見てから、ステアリングは購入する必要がありますが、ファナテックの中でも安価な CSL グレードのステアリングなんですけど、マスクラーレンステアリングとユニバーサルハブ V2 だと金属製の QR1 また QR2 のクイックリリースを使用すると、
DD1 だとか DD2 とかで8ニュートンメーター以上使うことができるんですけど、円形の P1 ステアリング、WRC ステアリングは基本的に8ニュートンメーター以上にはならないと思っておいてください。また、FFS、フォースフィードバックスケールと呼ばれるトルクの出力特性がリニア、線形しか選べなくなるのもこの、GTDD プロのステアリングの特徴で、トルクの強弱が激しくならないよう制限されるようなモードしか選べません。某大物 YouTuber でしたらこの辺でキャーとか言うんでしょうけど、恥ずかしいので言いません。H パターンのマニュアルの Audi 90GTO でもちょっと久しぶりに走ってみました。大排気量をマニュアルで扱うのは面白いんですけど、しっかりクラッチを踏んでいる時にシュートチェンジをしないとギアが変わりません。もうちょっと激しくうまく走れたらいいんですけど、今回はちょっと許してください。年末年始にマニュアルを特訓したいと思います。ステアリング自体何も問題は感じません。シフトチェンジの際、片手運転になるわけですけども、9時の方向を持っていたら問題ないでしょう。ただし、持ち替えの際にステアリングの上部を触るようなことがあれば、上部を強く触るようなことがあれば、合成が気になってくる人もいるのかなと、そんな気がします。終わり。